岡崎ナウ。岡崎ナウなの。あと赤スパありがとう。マグロさん満腹屋のスープ残してました。赤スパしたからってそれは許されないですね。満腹屋のスープ残してました？満腹屋のスープ残すのは一応ルール違反な気がするな。スープまで飲んでのタイムだから。14分でした。遅っ。哲也と俺の動画見た？哲也の動画に、俺が哲也の動画に出てるのあるから、それで早食いの極意みたいなのを喋ってるから、ちゃんとそれ見ました？それ。見てから挑戦しました？心配だな。ちゃんとやったのかな？教え通り。見てるに決まってんだろ。見た上での自己ベストだわ。マグロさん。これ、本当に赤スパだからって、本当に全然なんだろうな。まあ、赤スパだからこその言葉というか、もうこれ本当有料だと思うんですけど、僕から早食いのまあ、早食いコンサルみたいなことなんで、俺から早食いのコンサル受けるってどんだけだよっていう話なので、もう本当にね、15,000円には見合わない情報にはなっちゃうんで、追加のスパチャ欲しいんですけど、基本的に、自己ベストとか、そういう言葉って早食いにはなくて、言ったら、なんだろうな、ニュートンがリンゴが落ちるのを見て重力に気づいたみたいなのと一緒で、結局、ここから、この口の中から消せばいいんで、このラインから、ここまでの数センチ入れたものを落とすっていう速度なんで、重力の速度って人によって変わるとかないんですよね。で、ウィダーとかって吸引だから、その数値からだから若干のタイムの差はつくけど、ラーメンとかって結局、すすりはするけど、飲むところを早めようっていうのは、やり続けるのってできないから、結局物が落ちる速度と同じだから、ラーメンをこぼしたみたいなことなんですよね。ただ、全部一気にこぼすことはできないから、一口ずつ分にしてこぼしてるみたいなことなんで、基本的に全員のタイムってのは同じになると思ってて、ただ、箸で持ち上げる速度と、この速度とかが、ちょっと人によって筋力の差とかがあるかもしれないけど、基本的にここから、胃に入れるのは同じタイムになるはずなんで、自己ベストとかではなくて、基本的に一番早い人のタイムが、シンプルにボーダーになるってだけなので、14分だとちょっと売れる気あるのかなっていう心配になっちゃいます。何のお話？ニュートンが重力を見つけた時の話です。酔っ払ってるのでトミーさんが言ってる意味がよくわかりません。だから、みんな同じタイム出るんだよって。授業料払ってる人いる。でも本当みんな気をつけてね。嘘だからね。さっきの嘘だから気をつけてね。俺はみんながそれで、なんか喉詰まっちゃったとか耐えらんないから。調べてもわかんないからね。口の中やけども嫌だな。いや、口の中やけども嫌だけど、それで動画のパフォーマンスが落ちて、結果的に呼ばれなくなっちゃったり、自分に数字がなくなっちゃう方が嫌じゃん。っていう考えでいるべきだよね。よっぱっぴーってことか。どういうこと？どういうこと？やけどが一番嫌よ。まあでもね、満腹屋の早食いするときはやけどはするからね。早食いは重力ってこと？そうだね。だからあんまりなんだろう。気負いすぎない方がいいよね。だから飲もうとしたりすると危なかったりするから、ストッと落とすっていう。結局最終力んじゃうから、タイム的にね。でもだからその前に一旦気持ちを楽にさせるためは、でも重力の速度で下に落とせば、そんなに悪いタイムにはなんないっていう考え。だから結構緊張はほぐれますよね。みんなは水洗だから水流さないとだけど、トミーは汲み取りながらそのまま落ちていくってことって娘が言ってます。なかなかいい例えだと思う。食べ物なのにトイレでごめんけど。違うな。みんなも同じです。みんなも僕も同じです。筋肉とか運動神経とかバランス感覚とかじゃないんで。根性。
なので、あんま関係ないですね。そういうことってね、みんな平等ですね。クッキーとかパンを一気に口に詰めて飲み下せるか否かも重力なの、やはり。クッキーとかパンを一気に。いや、口に詰め込む必要はないんですよね。その落とせる量ずつ食べるべきなんで。明日健康診断なの行きたくない。健康診断行かなくていいんじゃない？うん。知らなくていいでしょ、別に。知る必要ないでしょ。最近増量期だから今年は健康診断行かないことにした。いいじゃん。うん。健康診断行きたくないのに会社が絶対行けって毎回すごく言ってくる。まあね、僕もそうですけど。でもこの時間動画撮って僕は稼いで 20% 支払ってます。とも言ってないな。無視してます。ダイエットで順調に減ってたんだけど、停滞期に入ったから減らなくなっちゃった。このタイミングでチートデーかな。でも夏バテで食べたいものない。強いて言えばトマト食べたい。トマトは普段から食べてるな。いや、だからね、そのチートデーって、もう本当にね、まあ説明するのも恥ずかしいんですけど、チートデーって体が飢餓状態じゃないっていう風に錯覚することでまた痩せていくっていう話なんですよね。要するにそのダイエットしてると、脳が、そのダイエットしてると脳が、この分の糖質とか、油とか、糖質かな、糖質しか入ってこないって考えたら、カロリーをね、エネルギーしか入ってこないってなると、これは体が飢餓状態だから、もうちょっとこうセーブして、エコモードみたいなので生活しよう。ね。っていう風に判断しちゃうから、その脳を、いや、違う違う、嘘。めっちゃ食うよ、俺。めっちゃ食うけどね。だから全然そのエコモードで走らなくていいよ。めちゃくちゃ、燃費悪い感じでやってや。っていう風に脳を騙すためにあるのがチートデーらしいんですよ。まあ、そもそも脳を頑張れよって話なんだけど、いつから進化してんだよ、クソがって思うんだけどね。そのマンモス追ってた時代からお前だけ進化してんだよ、クソがって思うんだけど、そのダイエットしたいっていう気持ちを脳の近くにいるんだから。ダイエットしたいですよ、とか痩せたいですよっていうのの近くにいるやつがなんでなんか、その通りに動かないんだよ。このケーキは、なし。そのカロリーを吸収しません。糖質貯めません。脂肪貯めません。やれよ。なんでそれ毎回チートデーとか挟まなきゃ騙せないんだよ。自分と交渉するためになんで自分にマイナスを起こさなきゃいけないんだと思うんですけど、そういうためにあるから、チートデーは。だから、夏バテとか関係なく、一回その脳を騙すためにっていうことですね。腹立つけどね。まーちゃん無事にバス乗れましたが、カラオケにハンディファン忘れました。待って、一緒じゃないの？一緒に岡崎に旅行に行ったんじゃないの？マグロちゃんバス乗れてよかったです。ハンディファン買ってあげます。こちらのバスは前の人がめっちゃ倒してきて狭いです。どういう旅行してんの？何してんの今。別々の夜行バス。そうなん。大変。おっと、滑った。マースさん。いや、むずー。赤スパの人も文字短くてむずい。滑ってるしとかも、別に笑いがなかったって意味じゃなくて、滑った赤スパで、赤じゃない赤なのよね。もう黒に近い赤というか、15,800円だから。黒に近いって何？いや、ダメなとこからの血っぽい感じですね。この辺ピッて切って出た血じゃなくて、内臓から出た血のような、っていう意味です。マグロさんがマースさんに、夜行バス揺れるもんね。揺れた関係でこの手滑って。揺れた、夜行バス、夜行バスじゃないのに。夜行バスじゃないのに。すいません。取り乱しました。ちょっとごめんなさい。ちょっと待って。メジャーの夢諦めます。はい。左投げてメジャーに、アメリカに渡って、大谷翔平と投手戦を繰り広げる夢諦めます。はい。
すいません。ちょっと話ずれました。なんだっけ。夜行バスで揺れたからって、右にスライドしちゃって赤スパにしちゃうとか、おかしいでしょ。いや、もう何も生えないわ。今俺がなんか意味わかんない、なんか肘ぶつけたせいで、あとこのおかしいでしょのずれてる時にグッドじゃないのにグッドボタンが浮き上がるのやめて、あとグッドボタンが浮き上がるのやめての時はグッドボタン出て。うん。うん。あと右にずれたはいいけど、それでなんか決済のボタンとか押すから結局揺れてはいかないでしょ。いや、ツッコミ生えないわ。変に俺が肘ぶつけたせいで。しょうもない。痛い、肘痛い。すいません。取り乱しました。トミー・ジョン手術受けるか。うん。なんで何もやってないで、一切体も動かさず、ブクブク太ったやつが、利き腕じゃない方の肘を、引き出しにぶつけてトミー・ジョン手術受けんだよ。うん。暇かよ、そいつ。トミー・ジョン手術、名前面白いからって受けてる場合か。大谷翔平の20盗塁の記録抜こう。走れ、トミー。いや、まず試合出れねえわ。うん。で、試合出れねえが、球団に所属できねえわ。うん。何個先の夢を言ってるんだよ。ウリボーさん、ダブルピースしてみて。ダブルピースなーにが起きたの？ピースじゃ起きない。ダブルピースでも起きない。何変わるのこれって。これ出ないな。出んか。花火が打ち上がりました。えぐ。ダブルハートってどう言ってんの？これか。何にもねえじゃないか。これこの間やったよね。これが出るんだよね。言ったよね。どういうシステムかわかんないわ。万歳。何も出ねえじゃねえか。なんだこれ。アニヤ。いや、アニヤで何か起きるわけねえだろ。うん。なんか判件とかいろいろ引っかかるだろう。トミー見てるとコロッケ食べたくなる。どういうこと？トミーで遊ぼうのコーナー。トミーで遊ぶな。